毎週来てますね。これもあと巨大ですよ。チャーシュー蒸しです。ありがとうございます。ワンっていうラーメンがあるんですけど、看板メニューがあって、それを前インスパイアさせてもらったやつが夜やったんですけど、あまりにも人が来て食べきれなかった人が多数あったんで、今日はそのまんまもう一回やるのは嫌なんで、限定っていうことで人生焼きの皿台湾に日清焼きそば UFO を混ぜてしまおうっていう。今ですね、このためにちょっと増量してます。待ってるんですよね。でよその店が入れないって言って結構クレームが来るんで、駐車場問題があるので、木曜日の夜だけ夜ラーメン限定で同じラーメンほぼやらないで、これ今日も焼きそば用の大盛りも含めると50食ぐらいかなと思ってるんですけど、大体どのぐらいの方が来られるんですか？平日で6、70、80まで行くかどうか、お昼だけですし、炒めるタイプのラーメンなんで、中華鍋で野菜を炒めるんで、作るのも時間かかるし、麺も太麺なんで食べるのも時間かかりますし、でなるべくそれで限定ラーメンは細麺にして早く出せるような感じで、高回転できるようにっていう風に工夫してますけど。これは通常のラーメン用の、今日の夜のやつはまた別仕込みで。これは部位的にはどこになりますか？これ肩ロースですね。卵黄が出るんで卵白があるものは使わないんで、塩ですね。打つ麺によって湿度が出てるんで、今日の余量ですね。もう一回打つので、仕入れから帰ってきたら打てるように今合わせて、このまま冷蔵庫。これフランスパン用のメゾンカイザーって有名なパン屋さんの粉なんですけど、今日の焼きそばの麺のためにこれを仕入れてます。これは北海道産の中力ですね。細麺なんでちょっとコシ出すためにいつもこのバイタルグルテン出してます。これは今日の夜用のためだけに売ってます。明日の限定のイラストも手が空いた時に煮込んでる時間とかにちょっと描く。もう瞬間ですよ。そんな時間かけれないから5分ぐらい。え？お上手ですね。ありがとうございます。5分ぐらい。結構ね、自慢しちゃっていいですよ。毎日描いてるんで、こんな感じで。その日替わりなんで限定が毎日変わるんで、イラストから結構イメージ出してるのもありますしね。これめちゃめちゃ来ましたね。これ天下一品の真似ですね。こんな感じでわけのわからんやつもあります。ストックされてるんです。そうなんです。これは女将がストックしてくれるんです。
駐車場が広いところが一番最初に決めたところですね。やっぱ中心部で家賃が高くって、駐車場がないところって集客がそんな見込めないじゃないですか。よっぽどですけど、プロデュースしたお店も前境にあったりして、そこも人は来たんですけど、自分がやるならやっぱり駐車場が広いコンビニ店舗みたいな、ああいう感じがいいなと思ってて。駐車場は今の店舗は何台止められるんですか？あれね、共用で最初は全部使えたんですよ、表のところ。なるほど。でめっちゃ良かったんですけど、はいうなぎ屋さんが入っちゃって、はい。昼やりだして、でうちのお客さんで止まっちゃってるから、自分のとこのお客さんが全く止めれないっていうクレームが大家さんにあげて、でお昼は半分ずつにしましょう。そういう問題も発生するんですね。そうなんですよ。ラーメン屋さんあるあるで本当に駐車場と行列トラブルがあるんで、うちはもう行列は並ばないでくださいって言って記名制にしてるんで、あ人生餃子さんも記名制ですけど、もう記名してもらって、で、ある程度なったら来るか、昼だったらどこに止めてるって言ってくれれば呼びに行くっていうスタイルで、一時項はうなぎ屋さんと交渉して一応共用にしましょうと。もうメインの時間帯だけは確保しますけど、うちも死活問題なんで一時がフリーになります。いわゆる場外っていうで、場内はこの道路挟んだ向こう側に競りやってるところが、場外は一般の人も入れるの？はい、一般の人が多いですね。場内ももちろん一般の人入れるんですけど、値段もそんな変わらず変なんですか？わらないですね。美味しい。明日用のイワシと明日取ってほしい。ドレスにしといてほしい。だいたいこのぐらいのが2つ。2つ。あ、そうそう。そうじゃん、3万でどうなっとるだろうかな。じゃあ使えますね。来週なんで。明日また返事させていただきます。はい。長尾さん、今日は何？明日の明日の夜。明日も来るんだけど。川原ってどう？海岸4キロだよ。半身出るか？ありがとうね。腹骨のゲームじゃない。了解です。お願いします。お願いします。どうもね、ありがとうございます。これはもう明日用ですね。東京の有名なラーメン屋さんがシーフードヌードルの味をやったりとか、うちもやりましたけど、札幌一番塩ラーメン、ラーメン屋さんが作るインスタントラーメン気になります。本物の食材使ってインスタント味にするっていうのが面白いんでしょうね。これも明日用のスープですね。スープによって食材変えるんで。神からの指令で鶏にしろという肝と桃と奥三河鶏ですね。そうなんいいお店ですね。鮮度いいです。おかみさんのとこですか？そう。毎日カレー作ってるから結構年季が入って豪華ですよね。カレー専用になってる。何個って決めちゃうと楽しくなっちゃうんですから結構その都度変えますね。こいつを炒めてる間にちょっと茶色くなるまで放置なので、その間に麺打ちしますね。いい感じで水が回ってますね。水の量やっぱちょっとでおかみが多くすると持てないって言ってなんで7キロで売ってますね。
強力なんでタンパクとその海分量っていうのがもう公表されてるんで、工業製品なんで、それ見ると大体こんな感じになるかなと思います。選ばれた理由あるんですか？これは今回そのフランスパン用で胚芽がロースト胚芽って言って、こう匂い嗅いでもらうと分かるんですけど、すごくこう香ばしい感じになるんですね。フランスパンってパリッてしてるじゃないですか。ああいう感じを出すのにそのロースト胚芽が配合されてるんですよ。それを焼きそばにソースが濃いんでちょっと合わせたいなと思って、結構製粉会社の人に聞いたら、このメゾンカイザーはカイザーさんがフランスの小麦にこだわってて、でフランス産の小麦と4カ国ぐらい粉混ぜてるって言ってたんで、こだわって作ってますよね。高いです高い、国産の小麦より高いぐらい。お客さんもここまでやってんのみたいな方が喜んでくれるんで。だるま食堂ってどういうきっかけでこういったネーミングにされたんですか？だるま食堂は結構話すと長いんですけど、フィリピンでラーメン屋さんを手掛けたことがあって、で向こうの日本人の若い子2人が、だるまっていうお店をやってて、でちょっと手伝ったりしてたんで、だるまいいなと思って、でその子たちにだるま使っていいって言って、で同じだるまだと面白くないんで、もともと居酒屋もやってたから食堂にしよう、食堂って書いとけばカレーを何でもありだなと思って食堂にしたんですけど、だるまは覚えやすいじゃないですか。そうですね、馴染みもありますね。そうなんですよ。それまでは自分の名前の日置っていう名前の居酒屋だったんで、僕はそば日置だったんですよね。あ、そうだったんですね。未だに知ってる人いますけどね、あの時の全然違うラーメン出してるんで、なんでまたって言われますけど、地元の人に愛されるラーメンの方がいいなと思って、中華厨房だし炒めた野菜でラーメン作ろうと思って、タンメンと二郎系を足して2で割ったような感じでお昼時にお腹いっぱいになるようなラーメンにしようと思ったんですけど、焼きラーメン出したり台湾焼きラーメンっていうのを出したりしてたんで、中華厨房だったら野菜たっぷりにしてやったらいいなと思って、汁なしで特徴のあるものにしたんですよね。結構受けましたね。今日も多分焼きラーメン比率高いと思います。半分ぐらい焼きラーメンでもセットがあるんで、セットのラーメンも出ると思います。これ今複合っていう工程ですね。こうすることでより混ざる。そうですね。あとラーメンの特徴としてグルテンの方向が一方通行なんで、こういう風なこう流れになるんですね。麺がこうカットすることによって噛んだ時に噛み心地がこうプツプツっていう感じになるのがラーメンの特徴ですね。うどんとかはこういう風に交差して打っていくんで、そうするとこう噛み心地がこう弾力がもちってした感じになってきます。そういう小麦のタンパク質のこう特徴をうまく捉えてやって、もちっとした感じにしたかったらちょっと水をあげたりとか中力粉を増やしたりというのを変えます。毎日変えてます。鶏をカットしていきます。海川鶏ですね。あれを常に用意してるんで、ひどい時だと朝2種類作らなくちゃいけない。よくカレー屋さんマリネするんですけど、マリネを鍋の中でやってしまうという超時短なカレー作ってる。うち食堂ですからね。クミンですね。クミンちょっと多めに入れます。コリアンダーちょっと控えめにします。でマサラ皮ごといきます。
製ラーメンのスープですね。これ鶏と牛ですね。その時の気分によって鶏100%の可能性もありますし、今豚骨取ってる豚骨でも全然いい肉ですね。チリです。これ激辛なんであんまり入れるとカレーが出来上がった時に入れるので掃除します。この雲はちょっと洗ってあげます。今日これおかみがカレーじゃない指令が出たらレバ丼になってた可能性があります。夜もあと肝入れたら、スパイスが馴染めば OK なんで、それもちょっと味見しないといけないのでご飯の時にちょっと味見します。試作でちょっと失敗してます。何かに使われるんですか？何かに使います。何かに使います。このパンで勝負される。前回作った時の足らない部分がここがあるなっていうのがあるんで、比率で大体作ってるんですよ。そのカレーもそうなんですけど、スパイスも。UFO 焼きそばと何食分用意されるんですか？今日はあとおかみとの相談なんですけど、一応店内では60から70は行きたいねと。これ一回作っていきますね。ちょうどこれ一晩このまま漬け込みですけど、今日は人生餃子さんのチャーシューを作るので、これを早めに揚げて後ですまた。製麺機リースでもう買っちゃってたから、カレー屋さんにはなれんな。でこれは後からカレーが人気になってきたんで、知り合いのカレーの神様みたいな人いるんですけど、その人にハンドル欲しいなってずっと言ってたら、中古で出てるように。そんなに量作らないです。本番はきちんと大きさとか人生餃子さんに見せます。よいしょ。40秒ぐらいのセットにしていい感じですよ。ちょっと焼きそばっぽい感じの。多いですね。多いでしょう。これで最終調整で味見して、めっちゃ美味しいです。めっちゃ UFO です。笑いますよ、食べると。で、人生餃子さんスタイルのもやし2大炒めをのせます。これで試作第2号ですね、今日。もうこれでほぼ完成だと思います。
れに新しい分を足していきます。これはブランドメニューですか？これグランドメニューですね。台湾焼きラーメンっていうメニューの上に乗るミンチなんですけど、厚塩ですね。伸ばしに入ります。夜用の麺ですね。2回目です。になっているんで、この後 1.5 までやって 1.3 で今日はちょっと太めの感じ、10分ぐらいで終わっちゃうと思います。もうちょっと茹で時間早くてもいいぐらいの感じですよね。焼きそばのその美味しさ的な問題じゃなくて食感的な問題なんで、40秒でいいかな。あとは、おかみに食べてもらって。辛いんです。全然辛くないです。結構万人受けするように作ってるんで、あんまり辛くすると食べれないじゃないですか。マイルド注文を受けてるんで、このミンチは辛くしてないです。なのでこの韓国産の韓国唐辛子を、これ辛くなくって赤いんで、こいつを使うようにしてます。辛みは少しだけ入れてるんで、この自家製のラー油のこの辛みはこの辛い唐辛子を少し入れてます。背中ですね。つけない？炒め用のラードですね。マトンキーマンのカレーです。今日はこの時間から限定スープ。
はいよ。麺入れてください。今言ったでしょ。セットするね。セット入れてください。入れてください。うん、わかった。細麺上がった。これってなんでいった？ちょっと長めにしようか。気持ちいい。これ50。50。イカレーはパンタロン。ニンニク。お願いします。で、その次台湾とラーメンね。はーい。これぐらいホルマシって。はい。いきます。はい、全部いけます。セットは10です。セットの麺ね。
これ全部いけるよ。OK。やっちゃおうね。前まで。その次焼き台のセット2つね。ホルモン欲しいです。ダルマシクのさんはよく来られるんですか？ここの前のお店の時からずっと来てる。今日は何頼まれたんですか？今日は焼きラーメン。お味どうでした？ナイス、最高です。もうここって決めたらずっとここばっかりいるからヘビーユーザー。皆さんよく来られるんですか？なんかおすすめのメニューあります？でも毎回限定が美味しいもんね。限定やるときは限定を結構頼みます。ホルレギュラーのホル抜きと焼き120と台湾ライス2つ。台湾ライス2つ。お待たせしました。台湾大盛りです。
いやいきます。幸せな時間も奪ってる様です。レートセットありがとうございます。ですはい、あ、手伝いますか。セッティングとテーブル拭くぐらいなんで。いいですか。ハードル高。ホルモンください。はい、ラーメンの120です。台湾の卵黄とミニカレー。入れてね。波ね。ありがとう。はい、失礼いたしました。ありがとうございます。牛すじ、こっちが奥三河鶏のチキン、もも肉と肝。お待たせしました。この後味付けで。2本やって終わりです。めっちゃいい豚なんで、人生餃子さんが使ってる炊き込みご飯にします。巨大ですよ。はいはい。間違って行列に並んで台湾焼きラーメンとかっていう人もいる。
あ、そうです。直接入れちゃう。入り口横に本棚があるから、清木さんが全部組んだ料理本なんです。そうですね。集める系です。読んでないものも結構あります。結構料理本からこうアイディアみたいな。あんまりああいうのに頼っちゃうとよそと一緒のような感じになっちゃうじゃないですか。だから片隅に入れてて、そのアイディアの補完みたいな感じだと、あと自分のレシピとよその人のレシピちょっと比べたり、そういう風に使ってます。清木さんは料理人歴どのぐらいなんですか？脱サラしたんで、30そこそこでやってるからもう25年ですか。芸歴長いですね。だからうちの子供たちはお父さんがスーツ着てたっていうのは全く知らないですけど、こういうなんかしょうもない格好をずっとしててる。そのきっかけは何かあったんですか？いや、もともとやりたかったのはありますよね。ちょっとやっぱりサラリーマンストレスが多かったんで、自分で自営の方が向いてるなと。あっち見てないけど。いい感じですね。油がにじんできてるんで。あ、ロットか。味見させてね。麺入れようか。はい、あんまり。はいよ。大盛りのチャーシュー2枚10点です。そうなってください。ネギと、であとサービススープ。限定麺が斬新で、なんか他では食べれないメニューが食べれるところですからね。おい。ちょっと真ん中に下ろして。オッケー。お願いします。よく来られるんですか？週2ぐらいどうですか、今日の限定のお味？満足です。麺入れて。ここまでやってくれると嬉しいな。2枚です。大盛りは？大盛りは2杯半ぐらい。卵はてっぺんに乗せてくれる？割らずにって。
テイクアウト今から麺入れて。波の頂点にお願いします。取ってきます。ありがとうございます。大のチャーシューね。はい。お待たせしました。チャーシュー巻きですね。お待たせしました。大一ですね。一つチャーシュー、一つチャーシュー、チャーシュー増しです。天増しです。マジで死にそう。毎週木曜日もこんな感じじゃないですか。いや、そんなか、こんなイベントな感じにはならない。
チャーシュー1枚ずつ10点やります。大盛りでちくめんのせ。熱いのお気をつけて。弁当で毎回来られるからで基本残業とかがなければめっちゃうまいですこれは。このスープですよめちゃめちゃうまいですからね。チャーシュー増し。チャーシューが3枚。最後のオーダーです。そうですね。これで。生のせのチャーシュー2枚です。はい、できます。あ、別に処理大丈夫ですよ。これどうやって見るの？美味しかったです。ごちそうさまでした。今日の限定メニューどうでした？もうすごく美味しかったですね。UFO 本当そのまま出したんじゃないかってぐらい美味しかったです。よく来られるんですか？そうですね。月3回ぐらいは来ますね。結構イベントとかこういった木曜日の夜に来られることが多いですか？そうですね。ただ来ても駐車場いっぱいとかでそのまま売り切れになったりとかって結構あるんで。今日は食べれてよかったです。そうですね。前の人生餃子とのコラボイベントでもやったんですけど、もうその時にはもう駐車場いっぱいでもう食べれなかったんですけど、それも踏まえてもう今回来れてよかったですね。今日特に忙しかったです。夜は特に忙しかったです。昼は暇でした。いつもなら大将もうくたーってベンチで寝ちゃうんだけど、今日は頑張って片付けてます。そうなんですね。当日は基本毎日ですか？そうです、毎日ですよ。大体どのぐらいの時間かけてやるんですか？うちの奥さんがやってくれる。明日何時からまた仕事されるんですか？明日はまた限定があるんで、明日市場行くんで、また今日と同じ感じで戻ってきてちょっと休憩して、休憩が長いかもしれないですけど。
夜あるんですか？明日夜あるんですよ。明日の夜があるので、夜の仕込みと明日貸し切りなんで、日曜日の朝やってるのは朝は誰もいないから月1回ぐらい朝やるとか。朝は何時からですか？朝8時スタートですね。火曜日毎週されるんですか？いやいや、火曜日は月1回だけです。夜カレーは。火曜日になるべく貸し切りを入れてもらうようにしてる。激しかったな、やっぱり。はい、お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。